はい、それでは今日は電動ろくろで抹茶茶碗を作ってみたいと思います。結構陶芸やってるとですね、お茶道具に行き着くところが多いですので、あんなかっこいい茶碗作ってみたいなみたいな感じになることが多いと思います。でちょっとそれの参考になるようにですね、お茶碗を作ってみたいと思います。で使う道具ですね、桶に水張ってスポンジと革と糸です。であとはもう手で作りますので、ちょっと今回は余計な道具使わずに作りたいと思います。まずろくろを回して、土殺しをします。でちょっと抹茶茶碗そこ広いですので、いつもの、土殺しよりは若干太めでいいかなと思いますね。こんなもんですね。ただですね、まずは中心の位置を探して中心見つけたらまっすぐ下に掘ります。でそこ掘ったらですね、少しずつ外側の手に向かって親指をスライドしていきます。でそこが広がったら上に伸ばしていきます。でそこが浅いうちに下の印しますね。で今度上に伸ばしていきます。また水つけて、そこの部分をちょっと広げますね。今度上に伸ばしていきます。で一応今日ね使ってる土、これもぐさ土ですね。シノの茶碗とかでよく使う粘土で、結構ね砂っぽいですね。サクサクしてる感じです。陶芸でよくサクイって言いますね。そんな感じのお茶碗、土ですね。でとりあえずですね、まずはねどんどん上に伸ばしていっちゃいましょう。形作るのは後でいいので、まずは厚みと大きさをこれで決めていきます。でこれで今だいぶ大きくなってきましたよね。さあですね、ちょっと口の部分だけ、表情つけたいので、少しね口の部分だけ折り返します。でちょっと口が厚くなりますよね。後でちょっと表情つけるときに、この口の部分が、表情つけやすくなりますね。ちょっと一回皮やります。さあ今度形を作っていきます。でまずねそこの部分を広げたいんですけど、左手の人差し、薬指とか中指をさっき作ったくびれの下に入れておきます。でこの下に入れてる左手に向かって右手をスライドしていきます。それですね、粘土が下に落っこちませんので、そうするとねそこの部分広げやすいですね。でこれね やらないでこうやってやっていくとですね、どんどん広がっていって下に落っこっちゃいますんで、落ちるのを防ぐためにもですね、左手の、指先をくびれのところに入れておいてあげるといいと思います。でそのくびれに左手に向かって右手を動かしていく感じです。これでだいぶ大きくなってきましたね。オーソドックスな茶碗の形としてはこんなもんだと思いますね。ただですね、今度ね茶だまりを作りますね。お茶碗って真ん中がちょっとへっこんでて、そこにお茶が最後たまるようになってますね。ちょっと茶だまりを作って、で一番下で切る位置作ります。ちょっとせっかくなんでちょっとろくろ目をつけて雰囲気出したいと思います。指先でちょっとこう押してあげるとろくろ目がつきますね。こんなもんでいいですかね。でお抹茶茶碗もですね、形状によってこう結構ね上に長かったり横に広かったり、あと、井戸茶碗ってご飯茶碗みたいなのもあったりするんですよね。なので、どの形がいいか、自分で好きな形見つけて作ってもらうといいと思います。これがね一番オーソドックスな感じです。また口仕上げますね。一番下で切ります。で作った後の感じがなんかこんな感じですね。真ん中に茶だまりがある感じです。でちょっと後でこれまた削る方もやってみたいと思いますので、とりあえず作る方はこれぐらいです。はい、それでは、お茶碗の高台を削りたいと思います。でこれさっき作ったお茶碗ですね。でまずはこれの深さを測ります。で外側に当ててそこの位置を印していきますね。で削るときですね、このかきべらとか、あとこの、ショート刃ですね、木のヘラを刃にしたやつですね、これで使って削っていくんですけど、ちょっとオーソドックスにいきたいのでこのかきべら使いたいと思います。でまずね真ん中に置きますね。そしたらねまず高台の大きさ書きましょう。で高台の大きさあんまり大きいとかっこよくないので、若干ちっちゃめの方がいいかなと思いますね。そしたら真ん中に指を置くとこを作って高台の脇を削っていきます。
でね、なるべくねこう削ってる場所が直線になるようにですね、あえて最初ここ広大ですよっていう感じにしないで、こう斜めになる感じで削ってもらうと面白いと思います。ちょっと今斜めですよね。今脇の部分を削っても全然いいと思いますね。で、ここまでいったらちょっとねこの時点で厚みを若干調整しちゃいます。多分ちょっとこれはそこが厚いので、そこの部分をえぐっちゃいますね。そしたらですね、今まっすぐですよね。この状態から広大の部分少しこう削ります。こんな感じですね。あと、刃の丸い方とか使ってこう削ってあげると削り跡が少し残りますので、面白い感じで出来上がると思います。ちょっと一回厚みにします。そうですね、大体いい感じだと思います。今度ね、広大の中削ります。またこのかきべらの丸いところですね、もうこう当ててあげるとだんだん削れます。でちょっとね、鍍金状態、真ん中がちょっとポチッと膨らむぐらいの感じでいいと思うので、ちょっとね、面白く出来上がる、削り上がりますね。多分こんなもんですね。で一応最後ね、ちょっと面白くしたいので、この真ん中からですよ、ろくろめっちゃゆっくりにして、真ん中からこの削り跡を少しずつ外側に向かって、で広大も通過して、そのまま外まで行っちゃいます。でちょっとこの刃でえぐっちゃいましょう。そうするとですね、こう削り跡がこう渦を巻いて、外側に行って、こう面白くなるんですね。雰囲気がだいぶ出ると思います。でもうちょっと硬くなったら、この辺のこのバリをこう取ってあげたら、こううずうずの削り広大ができますんで、こんな感じでやってもらうと面白いかなと思います。こんな感じですね。でもこれもう薄いですので、あと例えばちょっとこう歪ませてですね、正面をどこにするかこう決めながら、こう形を作ってやってあげるのも面白いと思います。であとですね、上の部分ですね、このままだとまっすぐで面白くないので、この刃でこう少し削って、で今内側削りましたよね。で外側もこうやって削ってあげると、だんだんこう高さが落ちてきますので、これで口の部分の表情をつけてあげると、面白くなると思います。そのまままっすぐな口で作ってもあんま面白くないので、少しこの辺ですね、工夫して全体のこう雰囲気を面白く出せるといいんじゃないかなと思いますね。せっかくなんでちょっともうちょっとやっていきます。でこれ別に外側だけ削ったりとか、あと内側だけこうえぐったりして大丈夫なんで、若干口当たりも良くなりますので、最初に口の部分を厚く作ってたところがここが重要でして、そうすると、口の部分で厚いとこと薄いとことこう出てきて、あとかつ上下のこう高低差も出てきますので、そうするとね、とっても面白く出来上がると思います。で一応これが、お抹茶茶碗の、電動ろくろの、基本的な作り方ですね。それになりますので、皆さんもぜひやってみてください。